迷えるスピリットとの対話。スピリチュアルカウンセリングによる精神病治療の30年。カール・オーガスト・ウィックランド著、近藤和夫訳。第2章、潜在意識説と自己暗示説を規定するケース。第3節、人格として現れるスピリット。数年前の話であるが、リズトンという博士がシカゴの新聞にフランス語も音楽も知らないある患者が麻酔をかけられた時にフランス国歌のマルセイエーズを見事に歌った話を紹介していた。その中で博士は死後の個性の存続を否定して、これは潜在意識ないしは無意識の記憶によるものと説明し、あるラテン語の教授の召使いが狂乱状態の中で生前その主人が朗唱していたラテン語の古典を完璧に朗唱したケースと比較して論じていた。私はこれに反論する形である新聞に寄稿し、この種の現象は心霊現象ではよくあることで、唯物的科学者がどう分類しようと、こうしたケースは人間の個性の死後存続と彼らが聖者を通じて意思を伝えることができることの証拠であると論じ、さらに右の2つのケースの真相を解明すれば、フランス語で歌った患者は霊感の鋭い人で、その時誰かのスピリットに憑依されていたのであり、ラテン語を朗唱した召使いは亡くなった主人のスピリットに憑依されていたことが判明するだろうと付け加えた。それからほどなくしてリズトン博士の記事で紹介された患者本人が私の記事を読んだと言って訪ねてきて、私はフランス語は全く知りませんが、死にたくなるほどスピリットに悩まされていることは間違いありませんと言った。いわゆる多重人格症、分裂性人格症、意識崩壊症といった症例の研究において、現代の心理学者はそうした人格には何ら超常的意識の証拠は見られないし、霊的原因の証拠も見られないという理由で、外部からの影響力の働きかけの可能性を否定している。しかし、それとは対照的に我々が体験しているところでは、そうした人格の大半はスピリットであって、今なお自分が他界したことに気づかないために、肉体がなくなっていることに得心がいかず、またその事実を認めたがらないということが明らかとなっている。モートン・プリンス博士の著書、ミス・ビーチャム、または失われた自己の中で紹介されている四重人格の霊障でも、ビーチャムという女性患者以外の人格の作用には全く言及されていないが、第三人格とされているサリー自身はビーチャムではなく全くの別人だと言い張り、ビーチャムが歩行や言語を覚えかけた頃のことに言及して、この子がやっと歩き始めた頃から私はこの子の考えと私の考えとが別のものだったことを覚えていますと述べている。似たケースとして、オハイオ州の B. レディックという小学生の場合は、ポリーという乱暴な性格の女の子に急変するのだったが、このケースでも他界したポリーという女の子が多分死んだことを自覚しないままレディックに憑依していることを示す証拠は歴然としている。こうした人格が独立した存在であることは、これまでの実験が豊富に実証しているように、その人格を霊媒に転移させることによって簡単に証明できることである。それを潜在意識説や自己暗示説、あるいは多重人格症といった説によって説明することは到底無理である。なぜなら霊媒である私の妻が数えきれないほどの人格を持っていることは断じてありえないことであり、同時にまた精神病者とされている人の症状を妻に転移させることによって、その患者を簡単に正常に服させることができるからで、かくして病気の原因は死者のスピリットのせいであることが結論付けられる。そのスピリットの地上時代の身元も多くの場合確認することが可能なのである。